どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ADA というメーカーはご存知でしょうか？アクアリウムでは高級ブランドとして有名ですよね。自分が日々目指しているネイチャーアクアリウムという分野の先駆者であり、アクアリウム界におけるカリスマ的存在、天野隆氏が立ち上げたメーカーです。亡くなられてなお多くの人に影響を与えている偉大な方で、単純にすごいとしか言いようがありません。という感じで ADA についても冒頭でいろいろと話そうと思ったんですが、あまり知ったかぶりで話すのも怖いんでここら辺にしておきます。そんなカリスマが作った高級ブランドである ADA は、水槽をはじめ洗練されたアクアリウム用品を数多く販売しています。どの製品も一級品で、特に水槽の透明度やシリコン処理などは素晴らしいです。ただ、クオリティがとてつもなく高いということは、価格も相対的に高くなります。正直、アクアリウム始めたての人が ADA の製品を見たら、アクアリウムってお金のかかる趣味なんだなって思うこと間違いなしです。この価格が製品のクオリティに見合ってるかどうかは個人によって意見が分かれるところではありますが、圧倒的クオリティと圧倒的価格を実現しています。そんな ADA、この度一部商品の価格が値上がりすることが決定しました。一部とは言いますが、主力製品はほぼ値上がりしているので、購入を検討していた方たちにはきついお話になると思います。中には 40% 値上げされるものや5万5千円アップするものもあるようです。というわけで今回は ADA の値上がり幅を製品ごとにお話ししていきます。もう値上げまで1ヶ月を切っているので、いろんな情報を参考にし、購入するかどうかの決断は早めにしておきましょう。ちなみに自分は業界関係者でも企業とつながりのある情報通でもないので、値上げの理由などは個人的考察であり、実際にどういった経緯で値段が上がるのかは一切わかりませんのでご了承ください。それでは早速見ていくんですが、まず最初にいつから値上がりするのってところから話していきたいと思います。今回値上げされるものは10月21日出荷分からということで、まだ店頭に置いてあるものは大丈夫です。ということは、来月の21日以降から在庫がなくなり次第値上がりしていくものと思われます。ただ、発注しないといけない製品の場合、どういった対応になるかはわからないので、もし店頭販売されていないものを購入したい方は、お近くの ADA 特約店に早めに確認するのがいいです。ちなみに、今回の値上げに踏み切ったのは、昨今のウイルス事情やウクライナ情勢、そして円安などが理由とのこと。まあ、どこもかしこも値上げなんで致し方ない部分はありますね。ただ、実は ADA って去年も値上げをしていたんですが、皆さんご存知でしょうか？自分もその頃 ADA のキューブガーデンを追加で購入しようとしており、痛いなと思っていたことを覚えています。しかもその時期が奇しくも今年と全く同じ10月21日出荷分からということで、ちょうど1年でまた値上がりすることになりました。去年の値上げはキューブガーデンが 10% 前後値上げされ、ウッドキャビネットが最大 54% ほど値上がりしていたようです。個人的には水槽代は購入する予定がなかったんでそこまで気にしていなかったんですが、54% 値上げのインパクトはすごいですね。理由は原材料費や輸送費の高騰ということで、こちらもまあしょうがないといえばしょうがないといった感じ。今回の最高値上げ率は 40% なので、最大 54% ということは今年は去年よりマシかって思いますよね。はっきり言いますが、全然マシじゃないです。絶対に今年の値上げの方が大多数の方に影響があります。それでは詳しい値上げ額について見ていきます。今回の価格改定の情報は、イースケープ坂戸店店長の轟元気さんが公開している価格をもとにお話しします。細かい金額に関しては店舗ごとによって違うので、
あくまでも目安としてお聞きください。ただ、価格自体は違っても値上げ率は全国で同じだと思ってたんですが、いろいろ調べた結果、お店ごとに率も違うみたいです。あくまで大まかな仕様で考えた方が良さそう。すべての製品の値上げ額が知りたい方は、情報元の URL を概要欄に載せておくので見てみてください。ただ、すべての製品の価格を読み上げるとそれだけで日が暮れるので、基本的な値上げ幅をお話ししていきます。RGB ライト、ライトスクリーン、CO2 機器、外部フィルター、リリーパイプ、ソイル、化粧砂、液肥、ハサミ、ピンセットはほぼ 10% 値上げです。ほぼなので一律 10% ではありませんが、基本的に現在店頭で並んでいる税込み価格からプラス 10% の税率をかければ、今回の値上がり価格になると思います。去年の値上げも同じ方式で値上がりしており、特約店ごとに価格は違いましたが、そのお店の税込み価格からプラス 10% されてました。なので、お近くの特約店の税込み価格を確認して、そこを基準にイメージしてもらえると、自分が購入するときにいくらになるかがわかります。ただ、これは確実にそうとは言い切れないので、あくまで参考程度でお願いします。ソーラー RGB は税込み価格77,000円が7,700円アップの84,700円です。額が高ければ高いほど値上げ額もえげつないので、買おうか迷っている人は今しかないです。7,700円って外部フィルター1台買えちゃいますからね。個人的に言いたいのは、ハサミやピンセットなどのメンテナンスツールの値上がりです。最近買おうか悩んでたんで、早めに買わないといけないと焦ってます。リリーパイプなども中華製で代用はできますが、外部フィルターは別メーカーでも、ガラスパイプは ADA にしたいって人結構いると思います。だいたい自分の感覚的には、1万円以内の価格帯の製品は多くのユーザーが欲しいラインな気がするので、ハサミ、ピンセット、リリーパイプが軒並み値上がりするのは本当につらい。そして、ソイルや化粧砂、液肥などの消耗品まで値上がりしてるのは控えめに言ってきちい。アマゾニアや液肥は愛用している方も多数いると思いますし、特に液肥は水草水槽だとジャブジャブ入れないといけないため、アクアリウムをやる上でのランニングコストが爆上がりしちゃいます。ここら辺は ADA 製品の中でもより実用的なので、これを機に別のメーカーに変える人もいるのではないでしょうか。そして何より ADA 製品の看板的存在であるキューブガーデンがまたしても値上がりしてます。サイズによっては約 20% も値上がりしてるので、ますます憧れの存在になってきそうです。しかもこのキューブガーデンに関しては先ほどお話しした通り、去年も値上げを行っています。ということは、去年の10月21日以前とは比べ物にならないくらい価格が上昇しているということです。例として30センチキューブは7,150円から1,320円アップの8,470円になっています。約 18.4% の値上がりです。そして去年の値上げ前の価格は6,500円です。ということは2回の価格変更で単純計算 2,000 円も値段が上がってるわけですね。36センチよりもサイズが小さい水槽は20センチキューブ以外ほぼ 18% 値上がりしており、小型水槽だと躊躇してしまう値段になっています。45センチから60センチまではだいたい 10% 値上げなので致命傷で済んだといった感じ。問題は90センチから上の水槽で元値が高いから値上げ幅もえぐいです。おまけに現実的に購入できそうな90センチと120センチ水槽の値上げ率は 18% から 20% です。150センチと180センチはどちらも 10% のようですが、元値が30万から40万なので3万から4万円上がります。この細かい違いに関しても店舗ごとで違う可能性があるのでご注意ください。そして今回の値上げで一番価格が上がる製品は
ADA 水槽の最高峰であるキューブガーデンスペリアの60センチ規格水槽です。値上げ幅はなんと驚きの5万5千円。27万5千円が33万円ということで、ちょうど 20% アップです。元値がスペリアよりも高い180センチキューブガーデンの4万1800円をしのぐ値上げ率です。ちなみにスペリアは完全受注生産なので、今から購入しようとした場合、値上げ前の価格で購入できるかは謎です。ということで最後に、今回の価格上昇で堂々の値上げ率1位を誇る製品を紹介します。それが NA ウォーターです。こちらは自分がいつも推している浄水器ですね。ADA の製品にしてはとても良心的な値段で、有名どころのマーフィードとタメを貼るレベルの安さなので結構いいと思ってたんですが、今回1万1000円のところが 40% アップの1万5400円になります。ちょっとこの値上げ率はびっくりしましたね。なんかちょっと前にプレフィルターがなくて入荷できないみたいな話を聞いたことがあるような気がしたんで、その影響かなとか思ったんですが、プレフィルターとカーボンフィルターは 10% アップなので関係なさそう。正直今までがコスパ良すぎたってのもあるんでしょうけど、1万円後半の価格帯になってくると心理的ハードルもぐんと上がりますね。もし ADA の浄水器が欲しい人は今のうちに買っておくことをお勧めします。というわけで大まかな値上がり商品を解説していったんですが、やっぱり実際に金額を見るときついものがありますね。今まで自分はガラスの透明度が ADA とほぼ同じであるチャームから販売されているアクロスーパークリアという水槽を買うなら、ちょっと価格上乗せしてキューブガーデン買うのをおすすめしますって言ってたんですが、さすがに比較できなくなりました。なんせ30センチキューブは去年の10月21日以前より2000円アップ、60センチ規格水槽は1万1000円が1万4520円と約3500円アップしてますからね。どちらのサイズもこの差額でもう一つ水槽が買えちゃいます。2回の値上げを経ての価格差ではありますが、それを加味してもだいぶ厳しいですね。他のメーカーも多少の値上げはあったと思いますが、この1年間でここまでの大幅値上げは自分は知らないです。どんなに ADA 製品は高いと言われようと、キューブガーデンはその価格に見合った価値があるからおすすめですと言ってましたが、この金額になるとさすがに周囲の人においそれとは勧められないですね。まあ ADA の水槽が一番クオリティが高く優れているというスタンスは変わらないですけど、 ADA の製品を買おうとすら思ってない人が ADA は高すぎる、足元見てるみたいな感じで批判するのは個人的によくわからないんですが、消費者の反発は多かれ少なかれあると思います。企業には企業にしかわからない事情があり、やむを得ず値上げに踏み切っている背景も理解した上で考えないといけないですね。自分は一 ADA ユーザーとしてこの値上げに関してはしょうがない部分もあると思ってますし、ADA のことを批判的な目で見たりはしませんが、わざわざ動画で解説したのはこの値上げ価格を見て少なからず衝撃を受けたからです。去年の値上げは結構痛いけどそうなんだって感じでスルーしてましたが、さすがに反応せざるを得なかったですね。以前 ADA の水槽がいかに素晴らしいかとよいしょ動画を出してたやつがよく言うよって話ですけど、最近は AP グラスを代表とする機能性とデザイン性に優れているガラス製品も廃盤になってしまったので、今後 ADA がどうなっていくのか気になりますね。とりあえず今回の値上げでだいぶ購入までの心理的ハードルは高くなったため、購入したいものがある方は今のうちに買っておきましょう。ちなみに値上げ前にこれは買っておくべきって製品は何かと聞かれれば、欲しいもの全部です。消耗品はもちろんのこと、自分が買う予定のあるものは値上がり前に買うのがいいと思います。これから駆け込み需要で品薄が予想されるのでお早めに。
皆さんはこの値上げについてどう思われましたか？よければコメントで教えていただけると幸いです。ちなみに先ほどもお伝えしましたが、すべての改定価格が知りたい方は概要欄の URL のサイトを参考にしてください。あくまでも参考価格程度にお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。